おはりゅう補助金。皆さんこんばんは。おはりゅう補助金です。なんか今日です。このラジオは旅をしながら暮らす30代夫婦がお届けする映像付きのまったりラジオです。日本時間の夜8時、日々のちょっとしたおしゃべり、旅、暮らしの中でほっこり感じたことをお届けしています。一日の終わりや朝の準備をしながらほっと一息、肩の力を抜いてお付き合いくださいね。本日のタイトル、極端な性格ですが直そうとはあんまり思っていないどういうことですか？今日もまたちょっと笑っちゃった。どういうことですか2日前ぐらいに、はい、チョップドオンサラダにハマってますっていう話をしたんですけど、はいはい、あれからチョップドオンサラダしか食べてないなと思って。確かにこれまでのスペイン生活とかでも、はい、パエリアにハマったらパエリアしか食べないとか、生ハムにハマったらひたすら生ハムを買いまくるとか、はい、極端な性格で一気にハマるんだけど、はい、いつの間にか全然食べなくなってるなっていうのを気づいたけど、別に直す気はないです誰にハマるとねそうずっとそればっかやってるんですけど、そうなんですよ。飽きるっていうか別のことが見つかるとまたずっとそればっかやってる、でも生ハムは2サイクル目に入ったなと思っていて、まあ確かに、はい、1回買わなくなったんだけど、またお気に入りのスーパーにちょっと足を運ぶようになったから、また生ハム買うようになったなと思って思い出した頃にまたちょっと食べ始めるっていうのに昨日気づいた。確かにということで毎食ねチョップドオンサラダ食べております本当に美味しいんだもん、はい、基本リュウジ君が作ってくれるんだよね。あれはね、まあ楽なんでね。でもね、あれ大事なこと言い忘れちゃったなと思って、すごくあったかいものはオイルで炒めてから生野菜とかとあえてくれてるんですけど、炒めるときにニンニク入れるっていうのをレシピで言うの忘れちゃって、それすごい重要だなと思ったの。あ、そうなんだ。ニンニクとあとうちらはオリーブも入れてます、グリーンオリーブね、刻んでね。そう、あれが入ることで全然違うかなって、ちょっとスペイン風にもなるじゃん、確かに地元の食材使って、ぜひねニンニクとオリーブ入れて作ってほしいな。楽なんでね、早く日本に帰ってスペインパーティーしたいなって思っています。おー、いいね。パエリアの素とかもちょっと多めに持ち帰って、みんなに配りたいなって、確かに思った。そう、昨日初めてパエリアの素っていうのを買ってみたんだよね、スペインのおすすめのお土産を横動画としてまとめて載せたいなと思ったんだけど、うちらってさお菓子もワインも飲まないし、健康的すぎてさ、あんまりなんか紹介できるもんなくないってなって、ハマりすぎて、基本同じものしか買ってないから。そうなんですよ。自分たちが気に入ったものを紹介する。そうスーパーでうちらがこれは美味しかったっていうのをじゃあ紹介しようかって言って、今素材をちょっと集めてるんだけど、お土産っていうんだったらもう最高級生ハム、黒豚のやつとか。でもあれ空港で取られちゃうもん。そうなんですよ。ニュージーランドに生ハムのお土産持って帰った時に全部没収されてもともと法律読んどけばよかっただけなんですけど、国によってはなんかこの肉をね持ち帰れないとかいろいろある。日本もダメだよ。ダメなんだ。私ビーフジャーキー取られちゃったもん。そうなんだ。やっぱそういうね検疫で引っかかっちゃうものとかも多いから、なかなか難しいんですけど、その場で食べればよかったと思ったもん。いや本当そうだよね没収されちゃったからさ、食べちゃえばよかったって、今日はまたお昼にチョップドサラダ食べたいなって思ってます。食べます。作ります。ありがとう。結構気分転換になるんですね、刻んで。そうだね。音楽に合わせて。そうなんだ。ジブリの音楽に合わせて昨日ね、危なかった。ノリノリでやってくれてるなと思って、ありがとうね。ポン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 。ぜひ作ってみてください。では今日の1枚では何ですか？こちら。急に秋が来たスペイン、バレンシア。確かに。スペインって朝になると清掃の方が毎日全部道とかきれいにしてくれるんですよ、落ち葉とかゴミとか、で夕方になるとまた落ち葉とかがすごい落ちてるんだけど、もうなんか色が変わった落ち葉がすごい落ちてて、なんか秋が来るの早いのかなって思ったのね。夏が来るのはもう早かったの。5月ぐらいにすごい暑くて熱波って言われててニュースになってたけど、明日とかもちょっと暑いから、たまに暑い日があって、でもどんどんもう秋に向かってるなっていうのを、この落ち葉から感じたのでこの1枚にしてみました。いいですね。
早くない？結構秋が日本と比べるとそうだよね。秋が早いよね。今日本どうなんです？まだ全然暑いのかな、暑いって言ってた、し雨も今年すごい多いみたいですね。あ、そうなんだ。豪雨とかなんか洪水みたいなのも多いみたいなニュースは見てるんですけど、どうなんでしょうかね。木の実とかももう落ちてきてるんっていうんですか、色づいて。秋いいですよね。すごい好きなんです。はい、すごいなんかいい感じです。涼しくて。はい。はい、ということで本日の質問コーナーになります。いつもコメントありがとうございます。ありがとうございます。昨日の質問はですね、皆さんのお気に入りのスーパーはどこですかということでコメントをいただきました。これめっちゃ面白かったよ。楽しみですね。まず一つ目、コストコかな。普通のスーパーには売っていないような見慣れない商品とか外国の商品など見るだけで楽しい、試食も普通のスーパーでは食べにくいけれど、コストコは食べたことがないようなものをいろいろ種類出してくれていて、みんな当たり前のように試食しているからいただきやすいし楽しい。コストコね、何と言ってもなんだろうね、あのワクワク感。なんかテーマパーク感っていうか、でかいし、天井も高いし、なんか楽しいんだよね、はい、ちょっと買い物っていうよりやっぱコストコ行く時って結構しっかり買うぞっていう気持ちで行くじゃん、まとめ買いというか、そう、分けちゃえばいいかなって思って、大容量でも結構買っちゃったりする、結果別にそんな安くないものとかもあるんだけど、なんか安く感じちゃうんだよね、あの雰囲気、そうですね、はい、テーマパークだよね、買い物のテーマパークそうですよね。いろんな商品が見ないね、普段見ないやつがあるから、ある意味で別世界というか、外国というか、そういうの楽しいですね、しかも大体誰かしらカードというか会員カード持っててこうついてくみたいな。そうなんだよね。僕もそうなんですけど、僕持ってないんですけど大体車に乗せてもらって、誰かについてってたりっていう記憶がありますね。みんなで行くからまず楽しいしね、そうそうそう、コストコ行くってなると、コストコ行くけど行くみたいな、お行く行くみたいななんか飲み行くみたいなノリで、そうそうそう、楽しいよね、各スーパーについてちょっと調べてみたんだけど、コストコって世界で5番目の規模の小売業だった、すごくない？すごいですね。2025年だけど、日本はセブン&アイが8位でランクインしてる、なんか調べるきっかけになって皆さんありがとうございます。次いきます、写真コーナーいいですね。よかった。パックンセーブの大規模感が好きです、何度言っても楽しいが減らなくて、長時間滞在しちゃいます。ちなみにおはりゅうさんおすすめのお菓子、かっこチーズのクラッカーは最寄りのパックンセーブにないので、ウールワースにもよく行きます。ニューワールドはなぜかあまり行かないかも。ニュージーランドってさ、人口が日本の23分の1ぐらいしかいないらしいの、さっき調べたら。スーパーって言ったら有名なのは4大スーパーで、あとはそんなに有名じゃないっていうか知らないよね、むしろ。このパックンセーブが一番売り上げあるらしいですよ、ニュージーランドの中で。やっぱそうなんだ。そう、パックンセーブうちらもねめっちゃ行ってました。そうですね、仕事帰り早上がりで行ける日はなんかテンション上がって、パックンセーブやろうやろうやろうとか言ってねパックンセーブ安いし、買い物してて楽しいから。そうですね、基本休みの日にまとめて、まずパックンセーブは組み込まれてますね、まとめ買いが。で足りないものを近くのニューワールドっていうちょっと高いお店で買い足す。チーズクラッカーないんだ、そこには。そうなんだ。ウールワースわざわざ行ってくださってるんですね。そう気に入ってくださっててよかった、嬉しいです。クイーンズタウンのパックンセーブはニュージーランド一美しいと言われてて、いいタイミングがあればぜひ行かれてみてください。行くたびに気分転換になるよね。結構写真撮ってる人多いもんね、あそこで。スーパープラスリマーカブルっていう山、有名な山を撮ってる人多いですね。私たちもパックンセーブ大好きです。コメントありがとうございます。ありがとうございます。もうコストコだよね、ここもね。そんな感じのイメージです。写真コーナー嬉しい。日常な感じがいいね。知りたい。フィール。地元野菜見て、鮮魚コーナー行って、沖縄産もずく割引シール貼ってあったら即買いします。フィールね、私も好きなんですよ。僕前回帰国した時に初めて行きましたけど、米を買ったね、確かに。そうですね、記憶はそれぐらいしかないんですけどちゃんと見てなかった。フィールはね、いいものが置いてあって店がすごい綺麗なイメージ。あ、そうなんだ。愛知県がメインで、静岡県西部には数店舗あるんだけど、静岡でもマックス岩田ぐらいまでしかなくて、それから先はフィールなかった。じゃあかなりローカル感がある感じ。地図で見てももうほぼ愛知にめっちゃいっぱいあって、静岡県西部に何店舗かある。そう広がってるのかなっていう感じなんだけど、愛知メインなんですね。常に混んでるイメージですね。フィールの仕事のゴールは、美味しい、楽しい、あったかいと感じていただき、笑顔になっていただくこと。すごい調べてますね。そう、面白かった。スーパー好きだからさ。好きだよね。そうなんだよ。
地元のいろんなスーパー行ったりする方が好きなんですよ。確かにもうそれさえ言っとけばなんかご機嫌だもんね。そうねどっか行きたいとかじゃなくて基本スーパー行きたい。基本スーパー行きたいの、買い物行きたいんだよね。世界のどこ行っても大体スーパーを探してるっていう。そうなんだよ。それが楽しくない？地元のもの見れたりとか。そうですね、僕も市場とかスーパー好きですね、その現地の生活が見えるというか。そうだよね。なんか市場って商業化されてるとこが多いけど、やっぱり地元のスーパーマーケットって確かにローカルの人が来るから。そうですね、観光客向けの市場はやっぱりね、手軽にこう買える調理されたものがいっぱい置いてあってちょっと現実感がないんですけど、スーパーはみんなの買い物を見てるのも結構面白い。いろんな国ってね。そうなんですよ、あと沖縄産もずくね、割引シール。割引シールちゃんとチェック、これ大事ですね。大事だね。僕らもでもこっち来ても割引シール結構買うよ。狙ってるよね。肉とかもその日とかに使っちゃうからラッキーって言って。でもね、半額までにはならないんですよこっちね。スペインはね。そうなんだよ。だいたい 20% ぐらいまでだね、こっちはね。コメントありがとうございます。ありがとうございます。ではお次いきます。昨日ね、清潔感についてお話ししたん で、はい、共感。清潔感大事と大人になってより強く思う。やべえやべえかっこ遅議論。本日の回答。庶民全開だけどビッグデートフィール。夕方半額シールが貼られるので、それを狙って戦場のように買い漁る。いいね。帽子とマスク必須。いやでもね、半額になるってめっちゃ羨ましいわ。全然違うよね。だってちょっと何分か前だったら倍の値段ってことなんでしょ。倍か 30% とか100円引きとか。全然違うじゃんね。違うよね。だからやっぱその時間狙っていくの賢いよね。だってさ、店側からしてもさ、それが売れなかったらもうその日に廃棄になっちゃうのを買ってくれたらさ、助かるもんね。そうだよね。本当に賢く買い物したら結構食費ってさ、抑えれるよね。と思いますね。特に日本、こっちって惣菜とかも基本的に値引きシールつかないんですよ。確かにそうだね。初め思ったもんね、安くなるのかなとか、夜普通に買い物行っても全然値引きされてないから、多分日本のお惣菜ってその日に売れなかったらもう廃棄しちゃうんだけど、こっちのパエリアの賞味期限見たら何日かあるんですよ、お惣菜コーナーのパエリアとか。だから多分別に値引きしなくても次の日とかも売ってるから。そういうことか。そう日本はその日に廃棄しなきゃいけないみたいな。なんていうの、きんぴらとかさ、そういうちょっと日持ちするやつは値引きしないかもだけど、お弁当とか、多分基本その日に売り切ってるから。いいですよね。でもね、いや帽子とマスクは僕でもしてなかったな。もう胸張っていく。胸張って俺買うよ。それ何？半額マスクをみんなに見せる。アピールするな。買ったよって。俺買ったよこれって。いいの見つけたよってね。大事です。はい。こちらも帰ったら基本的にね、食費ってあんまり計算せずに買うんだけど、仕事とかしたり子育てとかしてるとやっぱもう惣菜買っちゃったとか早かったりとかいろいろありますもんね。すいません、熱くなっちゃってね。スーパー好きだからね。スーパー大好きだから。エブリデイビッグっていうのはロープライスが結構コンセプトだから。そうなんだ。私たちもよく行くよ、地元に帰ったら。これ全国展開だからやっぱすごい値段やっぱ安いもん、ここ。そうなんだ。やっぱ規模がでかいとやっぱりレースにそういうの。そうなんだよ。でここさ、100均のキャンドゥもう提携してるから、中に100均が入ってる店舗とかもあるらしくて、スーパーに100円コーナーがあるって結構考えられないじゃん。やっぱ日本そういうところすごいなって思いますよね。すごいよ本当日本ってすごいよ。だってスーパー行ったのに100均も済ませれちゃうってさ、すごいよね。すごいよね本当に。面白いコメントもう楽しく読ませていただきました。コメントありがとうございました。ありがとうございます。それでは本日の質問です。こっちに100円ショップとかないんですけど、皆さんのお気に入りの100均商品みたいな、ぜひ教えてください。このコメント欄で共有し合えるのが私結構好きで、みんなのお気に入りを。結構みんなの視点が面白くて。そうなんですよ。帰ったら100均行きたいなと思ってるんで、ぜひ生活に役立ったりとか、あとはプライベートで役に立ってるお気に入りみたいな、ぜひ教えてください。何かありますか？高校生の時は100均のつけまつげ買いまくってましたね。なるほど。はい。最近に関しては、じゃあレシートを入れとく袋、お札袋みたいな透明のチップ袋があって、それは結構大量に買って持ってきました。30枚ぐらい持ってきました。領収書とか全部そこにこう綺麗に管理しやすいよね。そうジッパーみたいなのがついてて、サイズ感が絶妙で、お札用みたいな、お札袋は持ってきましたね。あとは私好きなのはアルミカップとか日本の好きですね。何それ？お弁当のアルミカップとかお弁当グッズはよく買う。あと波乱とか緑の、
いいよね。ピンチョスのピンとか可愛いの日本すごいいっぱいあるから。確かに安いよね。そうニュージーランドの時結構荷物送ってもらう時についでに送ってもらった、お弁当作ってた時期があったから、っていう感じかな。好きなものといえば何かありますか？僕財布100均っすね全部。そうなの？財布100均なの？ピンクのコインケース。ピンクのコインとお札何に入れてんだっけ？お茶袋じゃなくて？昔お茶の袋に入れてましたけど。どういうこと？お札は100均ですらない化粧ポーチみたいな。そうだね。ああいうの財布にしてるから、それが結構便利かな。チャック何個とかもついてたり、洗濯ネットとかは海外なかなかいいのないから、100均で結構買って持ってきたりしますね。そうですね。100均いいね、そう思うと。クオリティ高いからね。結構使ってるな、そう思うと。皆さんのもぜひ100均のこれおすすめってやつあればね、知りたいです。はい、ではね、昨日は細木和子さんの地獄に落ちるわよを夜更かししてみてしまって、朝起きたら9時半だったので、ここからバリバリいきたいと思います。バリバリやっていきたいと思います。バリバリね。あと2話で終わるから、あと2話で終わるから、またちょっと夜更かししないように早めに見切りたいと思います。そうですね。いいねとチャンネル登録で応援してくださると嬉しいです。励みになっております。ありがとうございます。それではまた明日の夜8時にお会いしましょう。またね。